こんにちは。国際女性デーに合わせて北朝鮮の女性をめぐる人権のことについて話をしたいと思います。北朝鮮の女性たちが一番人権の問題で問題になるのは、北朝鮮の国内の問題というよりも、むしろ北朝鮮国内から中国に脱出してくる女性たちの話、そして中国においてその女性たちがどのような扱いを受けるかということが大きな関心の一つだろうと思います。今日はそのことについて話をしようと思います。北朝鮮から中国に脱出してくる女性たちは、主に食料が十分に手に入れられないために飢餓が起きて、そしてその飢餓から逃れるためにやってくることが多いわけです。ほとんど脱北してくる人たちの7割から8割、多い時には9割ぐらいまでが女性です。男性はいません。男性がいたとしても、男性が働く場が中国には少ない。なぜならば彼らは脱北してきた時には身分が非合法だからです。女性も非合法ですが、女性の場合は様々に働く場所があります。例えば朝鮮族の料理店で下働きをするとかで、都市では料理店以外でなくてもカラオケとかそういう場所で実際に働いている。カラオケというのは実際に歌を歌うって楽しむだけではなくて、でそこがまた売春の女性たちは自分たちの力で国境を越えることはできなくて、ブローカーによって、連れてこられることが多いです。北朝鮮の女性たちにその理由を尋ねても、彼女たちがブローカーによって売られる、どこか中国の農村に売られる、そういうことが分かっていたとしても、その道を選択するしか生きる道がないという場合がほとんどですので、そのようにして人身売買のルートに乗っていくことになります。で、年齢的に言うとですね、非常に若い人は12、13歳でブローカーに中国の農村に売られていきます。で、中国の農村で12、13歳から18歳ぐらいまで育てられて、そこからさらに売られるということがあります。私たちが経験した中には、女性が16歳まで朝鮮族の村で育ち、16歳になった時に漢族に売られて、でそこの売られた先が非常に貧しくて、もう耐えられないということで、自分を売ったブローカーに再び頼んで、また別のところに売られていくというような、売られていく、悲劇のですね、連鎖が止まらないというようなことがあります。彼女たちが中国に来て3度のご飯をきちんと食べられるようになるということでは幸せなのですけども、自分の意思に反して非常に厳しい性的な虐待、中国に人身売買で売られてきた女性が朝鮮族の村、あるいは漢族の村に売られていきますが、そこで子供ができる、密告などによって逮捕されれば強制送還されます。そうすると、その間に生まれた子供たちが誰も養育する人がいない、残された父親が養育する能力に欠けている場合が多くて、孤児になってしまうケースがたくさんあります。お母さんを失ったために非常に心に傷を負っています。そのことを思い出すとですね、夜寝ながら涙を流しているとかですね、あるいはお母さんを北朝鮮に探しに行くとか、最近起きたことですけども、お母さんが一度北朝鮮に送り返されて、それから10年後にそのお母さんから連絡があった時に、お母さんは韓国に行ったんですけども、自分の娘を引き取りたいというふうに言ってきたのですけども、子供は私にお母さんはいないと、お母さんのところに行くことを拒否した。ですから本来ならばそのような国境を越えて家族をバラバラにせずに、一人一人の子供、一人一人の母親を受け入れるということができれば、このような被害はもっと少なくなるんじゃないかなと思います。中国政府は北朝鮮から来る人たちを難民とは認めずに、単なる不法入国者、不法滞在者であるという公式見解を崩していませんので、ということはこれからも続くと思います。私は中国政府がもう少し話を
よく寛大な措置を取る、そういうことをもっと徹底してほしい。そうならないと本当に北朝鮮の女性たちの人権、北朝鮮の子どもたちの人権、そういうものが守られない、非常に悲劇的な例が繰り返されるということになるのではないかと思うんです。私は中国政府が彼らを寛大に待遇し、難民条約の精神に基づいて一人一人を尊重することを求めます。